ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、20 Always with 元木大森 The First Take、 こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあこちらのつるさんのボーカルルーム20のですね、歌声分析は初でございます。そして今回ピックアップさせていただいた楽曲はですね、ミセスグリーンアップルの大森さんが作詞作曲したAlwaysということでね、今回The First Takeということで20と大森さんのコラボした歌声が聴けるということでね、非常に楽しみにして歌声分析したわけですけれども、いや神ですね。本当に世界的に見ても最高峰の歌声、そしてコーラスだったんじゃないかなというふうに思います。そして楽曲の展開もですね、ものすごく神がかっていて、これは歌声分析動画として撮影していなかったらですね、もう確実に感動して号泣していたなっていうふうに思うぐらい感動しました。とにかく素晴らしかったです。そういった部分をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速20 Always with 元木大森 The First Take 歌声分析 GO!いい声。一回止めます。やっぱりね、ミーヒさんの声素晴らしいですよね。それで歌では代表的な声を響かせるポイントが3つあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、鼻の中の鼻腔共鳴、この3つの響きをどういう風にブレンドするかによって歌声のおおよそが決まってくるんですけど、ミーヒさんの声はですね、肺の中の胸腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つを中心に歌声を作って、そこにですね、ウィスパーボイスっていう歌声に息の音を混ぜたテクニックを使っています。胸の響きを使うことによって声質を太くするっていう作用がありますし、鼻を使うことによって歌声に艶っぽい雰囲気をですね、プラスすることができます。もう一回聞いてみましょう。いい。私の思い出、こんな感じかな。もっと息の音が混ざってるような感じの歌声だったと思うんですけど、めちゃくちゃいい声ですよね。次いきますよ。いい。あの場所っていう感じで、今のこうガラガラって音、これね、エッジボイスって言うんですよね。ここにある仮声帯っていうところを使って出す音なんですよ。声帯で作ってる音じゃないんですよね、実は。で、このエッジボイスを入れることによって、ものすごい切ない雰囲気がこう出てきますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。ガラガラってのがね、いいですよね。泣きのフレーズって感じですよね。次いきますよ。いいね。エッジボイスが2回連続で来るんですね。すいません、中途半端なところで止めちゃいましたね。いやー、出だしから最高ですね。素晴らしい曲です。Always。じゃあ次、リクさんのパート行ってみましょう。うわ、やばいね。裏声めちゃくちゃ綺麗ですね。で、全体的に一つ一つの音をですね、まっすぐ伸ばすような感じで歌っていますよね。ストレートな歌声というかね。リクさんの声のバランスはですね、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、これが中心ですね。鼻の方がやや強いかな。口の中の響きを使うことによって言葉の輪郭をクリアにして、で、鼻の中の空間で歌声に艶、これですね。裏声のところも鼻の空間中心で歌っているので、ものすごく美しい音色になっています。もう一回聞いてみましょう。
素晴らしいですね。そして顔の表情に僕は注目してしまったんですけれども、ちょっと悲しいような雰囲気の表情で歌っていましたよね。声っていうのは顔の表情にものすごく影響を受けます。明るい顔で歌えば明るい歌声になりますし、悲しい顔で歌うと悲しい歌声になります。なのでリクさん、ここのポイントはですね、顔の表情に現れてしまうぐらい気持ちを込めて歌ってるポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。で、後半は軽くウィスパーボイスが入って、寂しい気持ちを増幅させたっていうポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。しみるね、心に。最高ですね。次いきますよ。めちゃくちゃハーモニーが熱いですね。ここは三声和音かな？ 3 人でハモることを三声コーラスって言うんですけど、ものすごくハーモニーが熱いですよね。これはですね、大森さんの声が入ってきたことがすごく影響を及ぼしてるんですよね。男性の声質の低い音の成分がですね、ハーモニーの厚さを増幅させてるんですよ。もう一回聞いてみましょう。最高だね。私のと、私のと、私の、この3音かな？で、大森さんパートが多分、私の、ここだと思います。いやー、最高だね。僕、昔コーラスグループやっていたので、こういう熱いハーモニー大好きなんですよね。素晴らしすぎる。次いきますよ。なるほどね。三声和音から二声和音になって、で、最後はリマさんのソロでの歌声に移っていくっていう流れなんですね。徐々にハーモニーの響きが薄くなっていって、最後にはソロで歌うっていう流れにすることによって、寂しいような感情を表現してるのかな？もう一回聞いてみましょう。いいね。リマさんの言葉の発音も素晴らしいですよね。やっぱりラップがものすごく上手いので、歌のメロディーを歌う時にもリズム感をしっかりと感じることのできる発音をしているんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ただどれだけ。こんな感じですよね。ゆっくりやると。どれだけのところでですね、音を切るテクニック、スタッカートを使っています。音を切ることによってリズム感がね、ぐっと締まって聞こえるようになるんですよね。次いきますよ。徐々にクレッシェンドしていく感じがたまらないですよね。私は、みたいな感じでの、徐々にね、音量が上がっていくっていう雰囲気がですね、ものすごく引き込まれますよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり低音部分を支えている大森さんの歌声も最高ですよね。いや、神コラボですね。次いきますよ。うわ、いやいやいや、今の彩香さんの声、いい意味で無機質な感じというか、それが逆にちょっと拗ねているような感情を僕は感じました。もう一回聞いてみましょう。そんな感じに聞こえませんか？で、口をあまり開けていないですよね。口をあまり開けないと声が前に飛ばないんですけど、それを補うために声を鼻にたくさん入れて歌っているんですよね。で、よく聞くとここのポイント、ちょっとだけ鼻声のニュアンスを感じることができる歌声なんですよ。これがまたね、可愛らしい雰囲気も出ていますよね。次いきますよ。
うわうわ、ここはですね、大森さんがすごいですね。最初は低音を歌って、下ハモリを歌っていたんですよ。で、後半はですね、上ハモリに移動してるんですよね。この音幅がやばいです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いや、さすが大森さんですよね。ここまで一瞬で音域がガラッと変化するフレーズにも難なく対応してますもんね。これはね、恐ろしいレベルですよ。次いきますよ。低音域の響きが素晴らしいですね。マヤさんの今の声の出し方はですね、胸の響き、胸腔共鳴が中心なんですよね。それプラス口の口腔共鳴のニュアンスをちょっとだけ混ぜてるような歌声だったかと思います。胸の響きを中心にですね、歌声を作ると声質がこうたくましいような雰囲気が出てくるんですよ。もう一回聞いてみましょう。いい声ですよね。で、先ほどのですね、声の太さとはまた別に、胸の響きを中心で歌声作りをすると、歌声がですね、めちゃくちゃ安定してくるんですよね。なので、聞いてる側も、リラックスして聞くことができる雰囲気が出ているというか、素晴らしい。次いきますよ。わ。やっぱりね、ニナさんのハイトーン素晴らしいですね。で、この高いところはですね、ミックスボイスと言われる地声と裏声の中間の声を使ってるんですけど、それプラスですね、声を出すイメージ、ここが今の歌声のキーポイントかなっていうふうに僕は思っていて、声をですね、後ろに引くような感じで歌っているんですよね。で、声っていうのは声を出す方向によってニュアンスが変わってきます。前方向に声を飛ばすイメージで歌うと強い感じの声になりますし、後ろ方向に向かって声を出すイメージで歌うと柔らかい声になるんですよね。なので推測なんですけど、ニナさんのパートはですね、音域が高いので普通に歌ってしまうとバラードに合わないような力強い声になりやすいんですよ。だから多分後ろに弾いて柔らかい雰囲気を作ったんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。綺麗なハイトーンですよね。で、前半部分は今聞き直してみたら、ウィスパーボイスも少し使ってますよね。息のこの、この音が混ざってる歌声だったかなっていうふうに思います。いや、このハイトーンでね、一瞬盛り上がってこの後何が来るのかすごい楽しみですね。聞いてみましょう。いいね。ここでマコさんのストレートで素直な歌声が来るんですね。うわ、素晴らしいですね。で、マコさんはですね、口の中の口腔共鳴が中心かな。言葉がものすごくクリアでしたよね。で、一つ一つの音をまっすぐ伸ばす感じで歌ってる。そんな感じだと思います。もう一回聞いてみましょう。ビブラートも使っていないですよね。本当の意味でまっすぐで素直な声です。で、実はビブラートを使わないでまっすぐ音を伸ばすことの方がビブラートを使うよりも難しいんですよね。ビブラートっていうのはこう音を揺らすテクニックなんですけど、変な話、音が揺れてしまえばそこでミスがあっても目立たないんですよ。でも、マコさんみたいにまっすぐ音を伸ばす、特に長く伸ばすところとか、そういうところはちょっとでも音程が変わってしまうと目立ってしまうんですよね。だから、これができるマコさんはですね、歌の基礎的な部分のレベルが相当高いんじゃないかなっていうふうに僕は思います。じゃあ次いきますよ。うわ。一回止めますね。出だしのインパクトやばすぎませんか？ミーヒさんの歌声。
最初はね、ものすごくソフトで柔らかい感じで歌っていたのに、ここで力強い歌声ですよ。しっかり体を使って、特に腹筋ですよね。腹筋を使って前方向に向かって出した歌声だと思います。もう一回聞いてみましょう。ここでリクさんに変わるのか。ちょっとリクさんの歌声の方はですね、この後もう一回聞き直していくとして、ミーヒさんの歌声の説明ですね。先ほど言ったように腹筋を使って前方向なんですけど、ミーヒさんもですね、ここでミックスボイスを使っています。で、先ほどのニナさんのミックスボイスの時に説明しそびれたんですけど、ミックスボイスを使う時っていうのは、頭を響かせる歌声、ヘッドボイスっていう声の響きが必要になってきます。で、ヘッドボイスも2種類あって、頭の前方向を響かせる、そのままヘッドボイス。そして、先ほどのニナさんが使った後ろ側ですよね。後頭部を響かせた歌声をスーパーヘッドボイスって言うんですよね。で、ヘッドボイスを使った声っていうのは力強く美しい歌声。で、後頭部を響かせたミックスボイスっていうのは、パワーはそこまで出ないんですけれども、限りなく美しい声を出すことができます。じゃあ次、リクさんのところから行ってみましょう。うわ、リクさんのこの高いところはですね、ミックスボイスではなく地声を使っていますね。かなり力強い歌声だったと思います。もう一回聞いてみましょう。すごい切れ味のある歌声ですよね。あれでも今聞き直してみたらミックスボイスなのかな。すごくね、力強い歌声なので、最初聞いた時は地声かと思ったんですけれども、地声成分のかなり多いミックスボイス、これですね。いやー、素晴らしい歌声でした。次行きますよ。やば。ここはニナさんと大森さんのオクターブ関係なんですね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係をオクターブって言います。簡単に言うと、ニナさんが高い音でメロディーを歌っている、そのメロディーと同じメロディーで低い音で大森さんを歌ってるこの音関係。ちょっとわかりにくいかな。同じ音で歌うことをユニゾンって言ったりするんですけど、このオクターブ関係のユニゾン、どんな雰囲気が出てくるかというと、歌声がね、透き通ったような雰囲気が出てくるポイントというか、そしてニナさんの声がね、もう本当に高いですね。ここまで高いと体に力みが入ってきてもおかしくないんですけど、すごくリラックスした状態で歌っていると思います。もう一回聞いてみましょう。うわ最高ですね。いや、このスローバラードで、音域をこの雰囲気で歌えるのは、ニナさんぐらいなんじゃないですかね。力強いんだけど、どことなく優しいみたいな歌声。素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。最高ですね。もう流れが最高すぎますね。で、最後にまこさんのストレートで素直な歌声が来ることによって、どことなく物悲しさを感じるっていうかね、僕だけですかね。もう一回聞いてみましょう。ほら。いいね。途中で一瞬入ったね、裏声がものすごく切ないんですよね。いやー、最高すぎます。次いきますよ。うわー、かっこいい。ちょっとだけラップのニュアンスが入ってますよね。やっぱり歌声でリズムをガツガツ表現していくのは、リマさんの1000倍特許ですよね。めちゃくちゃかっこいい。で、そこにですね、大森さんがハモリをかぶせているポイントですよ。ここにハモリかぶせるのすごいですね。もう一回聞いてみましょう。この
乾いた水彩画にのところ、かなりリズムが難しいと思うんですけど、リマさんと大森さんのですね、リズムがぴったり合ってるんですよね。一発撮りでリズムを合わせていくのは相当難易度高いですよ。次いきますよ。かっこいい。ここで三声和音になるんですね。ミーヒさんもハモリに回ったのか。なるほどね。多彩すぎませんか？やばいね。もう一回聞いてみましょう。もうね、コーラスグループ並みのコーラスワークですよ。難易度がね、高すぎるこれは。いやー、20はすごいガールズグループですね。そこに大森さんが参加することによって、このパワーの増幅、やばいですよね。次いきますよ。かっこいいね。前半のラップっぽいところの歌い方がめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これは全体的にスタッカート気味で歌ってるんですよね。で、後半のメロディーになった瞬間のこの可愛らしさ、二面性を持ったフレーズですよね。もう一回聞いてみましょう。ぴったりハマるのをって言ってるところの声がめちゃくちゃ可愛いですよね。で、まゆかさんの歌声の響きの割合なんですけど、前半がですね、胸の響きが中心なんですよね。で、後半のちょっと音域が上がったところが今度は鼻の響きが中心になるっていう風に、音域によって歌声の響きのバランスを変えるタイプの歌い手なのかなっていう風に思います。まあこれがね全てではないとは思うんですけど、あるいはラップにはラップの声、メロディーにはメロディーの声っていう風に使い分けてたりするのかもしれないんですけど、いや素晴らしい歌声です。次いきますよ。いいハモリがいっぱいあって嬉しいですね。すごく綺麗なハーモニーだし。次いきますよ。あ、そうだそうだ。B メロですよね、ここは。B メロはこういう風にワンフレーズずつメンバーが変わっていくスピード感のあるポイントだった。そうだ。で、歌はスピード感が上がっているのに対して、バックのテンポ感はですね、ハーフテンポって言って、倍の長さのテンポになってるんですよね。遅くなってるっていうか。聞いてみましょう。ほらほらほら。タタ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 。こんな感じのリズムだったのが、タンタンタン、タンタンタンに変わってるんですよね。こうハーフテンポになったからこそ歌声のスピード感がこう目立ってくるというか、バリエーション豊富ですね。次いきますよ。彩香さんね、ちょっと拗ねているような、先ほどと同じ歌声から、リオさんのこう、温かみのある歌声の変化。ここめちゃくちゃ好きですね。もう一回聞いてみましょう。リオさんの声めちゃくちゃ安定してますね。最初に言った3つの響きのバランスがですね、非常にいいんですよね。同じぐらいの割合で使っている歌声というか。で、そこにウィスパーボイスですよね。素晴らしい。次いきますよ。おー、すごいですね。今何がすごかったかっていうと、高い声っていうのは多くの人が鼻に声を入れるんですよ。鼻っていうのは高い声を出す時の入り口みたいな役割もありますんで。でもリクさん今何やったかっていうと、音域が高くなっても胸の響きをキープしたまま歌っているんですよね。その結果どうなったかっていうと、最初に歌った低いところの声質と高いところの声質に変化が出ていないんですよ。声の性質上、高い音っていうのは声質が細くなりますし、低い音は声質が太くなる。これが自然な声の流れというかね、もともと持っているものなんですけど、でもリクさんはね、この広い音域を同じ声質で歌い上げてるんです。もう一回聞いてみましょう。
ほらすごくないですか？これはね、超高等技術だと思いますよ、僕は。今技術ってちょっとね、うまく言えなかったですけど、いや、これはね、普段から相当練習していないと習得できないテクニックだと思います。次いきますよ。いいね。いいね。今の、微笑んだ彩香さんがめちゃくちゃ可愛かったですね。もう一回見てみましょう。ほらほらほら。で、大森さんがドラムを叩いてますね。エアドラムでしたね。なんかね、気持ちわかるんですよね。僕も昔はバンドをやっていて、全然アマチュアですけど、バンドのボーカルって、やっぱりね、ドラムが大好きなんですよね。僕もよくエアドラム叩いてますもんね。ちょっと話脱線しましたけど、次行きましょうかね。止めますね。めちゃくちゃ子音が強かったですよね、今。もう英語並みに強く発音していたんじゃないかなっていうふうに思います。確かニナさんって英語も話せましたよね。多分そのニュアンスを日本語で使ったんじゃないかな。子音を強くすることによってリズム感がこう前面に出ていって歌のフレーズに躍動感が生まれてくるので、多分ね、そういう狙いなんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。手を取れば、このぐらい強かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、子音を強くすることによって音楽上アクセントというものになります。アクセントっていうのは強い音なんですけど、音量を大きくしてもアクセントっていうふうには伝わりづらいんですけど、子音を強くすることによって一発でアクセントっていうのが分かりやすいんですよね。で、アクセントが生まれることによって弱い音っていうのも生まれてくるので、フレーズの躍動感につながっていくんですよ。いや、素晴らしいポイントでしたね。次いきますよ。ウェイ。なるほどね。すごい盛り上がったサビなんですね。それでか、入りのニナさんの子音が強かったのは。今のミーヒさんの歌声もめちゃくちゃ力強いですもんね。もう一回聞いてみましょう。やばいね。で、ミーヒさんは今、力強い歌声っていうのもそうなんですけど、全体的にかなり強めなスタッカートを入れることによって、アクセントを表現してるんですよね。吹き飛ばせ、このぐらい、もう大げさにやるとね、全体的に音一つ一つを切るようなイメージで歌っていたポイントかなというふうに思います。次いきますよ。もうね、すごすぎて口が開いちゃいましたね、今僕。で、ここでリクさんは先ほどと同じように地声の強いミックスボイスを使ってますよね。そしてカウントの頭に全部アクセントを持っていったような、タン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 みたいな、こんな感じの歌い方だったかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そうだね。もう全部アクセントになってる感じですよね。いやー、この盛り上がり感たまんないですね。次いきますよ。いいですね。鼻中心の歌声ですね。やっぱりメロディーを歌うときは。鼻中心にすると、男性でも女性でも可愛らしいような歌声になるんですよね。その雰囲気をうまく使った歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。でね、フレーズの最後の、っていうこの裏声にひっくり返すところがね、可愛いですよね。次いきますよ。ここは裏声で大森さんが下ハモリをしてるんですね。で、多分大森さん、ニナさんの声質に合わせてハモってんじゃないかなっていうふうに思います。声質って似せた方がハモリは綺麗になるんですよね。多分そのテクニック使ってんじゃないかな。めちゃくちゃ綺麗なハーモニーですもんね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。
多分声質を似せないまでも声の響きをですね近づけた感じで大森さんハモってると思います。いや、このコントロールやばいですね。次いきますよ。なるほどね。もう雰囲気がこんな感じですね。もう一回リクさんのとこから聞いてみましょう。いいね。今最後の愛してるっていうフレーズ、ザ・大森さんって感じのフレーズだったかなというふうに思います。次いきますよ。いいね。2回繰り返しなんだ。これは嬉しい。めちゃくちゃ素敵なポイントですよね。いいね。うわ、やばいね。これはやばいね。ハイトーンボーカル同士のハーモニー。これは素敵すぎる。もう一回聞いてみましょう。これで転調するんでしょ。これはやばいね。もうね、やばいしか出てこないです。すごすぎる。で、ここまで盛り上がって、で、次のサビ、めちゃくちゃ楽しみな気持ちになってきますよね。いきますよ。やばいね。これは歌声分析動画じゃなかったら感動して泣いてますね。今全身でやばっと思って鳥肌が今ねすごいんですよ。いやー、これはすごい。次いきますよ。これはね感動しないわけがない。もうまるでオーケストラを聴いているかのような壮大さがありますよね。次いきますよ。ね、オーケストラでしょ。これはもう歌声でこの世界観を表現できるっていうのはもう本当にね化け物だと思います。すごすぎる。次いきますよ。いいね。あの壮大な雰囲気から素直な歌声。ここのね移り変わりがめちゃくちゃこう癒されますね。次いきますよ。わあ、なるほどね。こういう展開ね。もうゴスペル。これはもうね、ゴスペルですよ。魂の叫びを聞いてるかのようなシーンにこう突入してきましたよね。ここまで聞いて思ったのが、今ね、自分で言って気づいたっていうのもあるんですけど、各セクションごとにシーンが全く違う楽曲だなっていうふうに思います。最初のしっとりした感じからちょっと盛り上がって、で、ラップでこうね、ガツガツした感じが来て、で、2回目のサビでさらに盛り上がって、で、C メロでじわ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 とこうね、心の内に秘めた熱がこう燃えてる感じがして、で、オーケストラのような壮大な世界観。で、最後ゴスペルっぽい感じでね。一曲の中にいろんな音楽ジャンルが込められているというかね、素晴らしい。次いきますよ。これ絶対ゴスペルでしょ。ねえ、すごいですね。ゴスペルを歌えるガールズグループ20。そして大森さん。まあ大森さんの音楽知識とあの歌唱力があったら何でもできちゃうんでしょうけど、これをね、この人数でやってるのがすごいですよね。次いきますよ。最後も高いですね。もうここまで高いとミックスボイスを通り越してホイッスルボイスって言ってもいいかもしれないですね。ホイッスルボイスっていうのは本当にこう笛を鳴らしたかのような歌声のことをホイッスルボイスって言うんですけど、いやすごいですね、この歌声のコントロール力。次いきますよ。
これで最初の雰囲気に戻るんだ。なるほどね。展開がすごい。次いきますよ。うわ、最後のエッジボイスが切ないですね。切なく終わるんですね。でも曲の雰囲気は明るいから物悲しいって感じですかね。いやー、最高中の最高ですね。以上、20 Always with 元木大森 The First Take 歌声分析はここで終了です。いやー、本当に素晴らしすぎましたね。もう史上最強のタッグって言ってもいいんじゃないでしょうか。NiziUと大森さんのコラボは。で、NiziUのメンバーね、一人一人の歌声も個性的でめちゃくちゃ素晴らしいですよね。それをですね、陰で支える大森さんのコーラステクニックも半端なくうますぎるんですよ。いやーもうほんとね、世界的に見ても歌声の最高峰レベルなんじゃないかなっていうふうに僕はね、思っちゃいました。それぐらい感動しましたし、もっともっといろんな曲でやってほしいっていうふうに思いました。今後もNiziU、そしてミセスグリーンアップル、全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。